よく狙って、おりゃープリミティアプレイヤーエールです。今回は、サムライロボを作ってみようと思います。でかい刀を振り回せる、強力な攻撃ができるようにしたいのでうまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは腕を振り回す仕組みからですね。2つのモーターと古代の合金、ベアリングのバネを組み合わせた肩と手首の関節が同時に動くようにしました。仕組みができたら手に装備する刀を作ります。少し湾曲した長い刀にしたかったので、地面に微妙に角度をつけたタングステンの刃を並べた後、小さなタングステンの刃を物体スナップ機能をオフにした状態で接着することで横に歪まずに湾曲した刀を作ることができました。こちらに柄の部分をつけて手に持ってみましたが、長くて重いので素早く振ることはできません。こちらをモーターの力で素早く振り回せるようにしていきましょう。早速接続してコンデンサの力で振ろうとしましたが、動きが遅すぎますね。これではまともに攻撃できないので、もっと素早く振れるように改良していきましょう。なるだけ軽くして5つのコンデンサの力で振ろうとしましたが、2つ関節があると電力が分散するのかうまく振れないみたいです。モーターを外してベアリングのバネにしてもやはり振る速度が遅いです。しょうがないので肩関節以外を固定しましょう。これならどうでしょうか。まだ遅いですね。そこでコンデンサのつなぎ方を工夫して少し長めに電気が流れるようにしましょう。水晶を使ったシンプルな仕組みだとなぜか一気に電気が流れてしまうので、以前水上バイクで使ったこちらの仕組みを使いましょう。これなら5つのコンデンサのパワーを無駄なく伝えられそうですね。早速仕組みに組み込んで試してみましょう。すると素早く振り下ろせています。でも一回振り下ろした後はなぜかコンデンサに電力がたまらなくなって2回目以降を振り下ろせなくなりました。どうやら一度通電させるとトランジスタから電気が抜けなくなってうまく機能しなくなるみたいです。そこで水晶の手前に大抵孔を挟むことで電気が抜けない現象が解消しました。原因はよくわかりませんが、ちゃんと何度も触れているのでよしとしましょう。でも刀が地面に引っかかって戻ってこなくなることがあるので、ゴムのストッパーを追加して戻ってくるようにしましょう。いい感じに機能していますと思っていましたが、なんとか刀を振ると壊れてしまいました。これでは使えませんね。もっとバネを増やして強力に固定することで刀を戻りやすくしましょう。これならちゃんと刀が戻ってくれています。試しに草の塊を狙って刀を振り下ろしてみると18,756ダメージ。なかなかのダメージです。コンデンサに電気が溜まれば何度も振ることができるので、草も追加でダメージを受けて細かくなっていきます。これでとりあえず刀を振る仕組みはできたので、今度は移動用の仕組みを追加しましょう。二足歩行にするとすぐ倒れると思ったので、ここは安定感を重視してタイヤ形式にします。振り切った刀が当たらないよ
後ろ側に取り付けました。右のトリガーを引くと刀を振り、左のトリガーを引くと前進。左右のトリガーを同時に引くと、交代するようにしています。早速少し前進した後、刀を振ると、おっと、重量が軽すぎたのか、ふわっと浮かんでしまっています。そして、もう一度振ると、壊れてしまいました。軽さが壊れる原因だと思ったので、古代の合金の重りを後ろに追加して、補助用のタイヤも後ろに移設しました。これならどうでしょうか。前にある草をうまく狙うために、前後に動いて位置を調整したら、刀を振ると、よし、しっかり刀が当たりましたが、勝手に倒れてしまいました。それでも、運が良かった時は、一度斬撃を与えた後も、2撃目を振ることもできました。ここで壊れてしまいましたが、右トリガーを引く時間を短くすることで、威力を犠牲に壊れにくくすることもできるみたいです。慣れてくると、何度も刀を当てて、草を粉々にできました。これでサムライロボは完成ですね。左右に傾けて、切る角度を調整することもできます。しないで勝手に壊れるのは弱点ですね。次は普通の木を狙いましょう。よく狙って、おりゃー！なんと、67,215ダメージ。なかなかのダメージです。そして、軽く当たって、壊れなかったパターンの時は、残った木の幹を狙って、斜めから切りつけることもできました。威力もそれなりにありますし、見た目もなかなか強そうです。では、いつものように、巨大な木から狙っていきましょう。タイヤで移動して近づいて、刀を振り下ろすと、46,389ダメージ。一撃で破壊できました。この大きな木を一撃とは、さすがの威力です。次は、タイヤでしばらく移動した後、前に現れた、ドローンのスポナーを狙ってみると、よし !48,377 ダメージを与えて、一撃で粉砕できました。続いて、ドローン工場の壁を狙って、刀を振り下ろしていきましょう。ゆっくり近づきながら、こちらも一撃です。歯が欠けていますが、それだけ強力ということですね。そして、風力発生器を狙うと、おっと、外してしまいました。今度こそ当てられるように、角度を合わせて、よし、一撃で破壊完了です。角度を変える機能が役に立ってくれましたね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、サムライロボで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。しっかり切りつけて、破壊してくれています。でも、何度か刀を振ると、勝手に壊れてしまうので、全員倒す前に行動不能になってしまいます。こういうたくさんいる相手には、向いていない兵器ですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。左トリガーで前進、両方のトリガーで交代できるので、位置を微妙に調整しながら、右トリガーで刀を振り下ろせます。でも、すぐに壊れるので、ここぞという時に使いたいですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、銀の刃を刀の先に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。ギリギリの距離を狙って、刀を振ると、
足りませんでした。気を取り直してもう一度。今度は近すぎたみたいです。次こそ開けますよ。いっけー。やったー。17,289ダメージ。巨大スライムを倒しました。勢いよく振り下ろした刀で一刀両断しています。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたサムライロボさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイ